S&D です。今日はフローターサーブが入れない人におすすめの練習方法を紹介していきます。まず1つ目はサーブの重心移動をスムーズにするための練習です。サーブが入らない原因の一つに、左足から右足に体重が乗って最後また右足が出るという重心移動がスムーズにできなくてサーブが入らないということがあります。なのでスムーズに重心移動が行えるための練習方法を紹介していきます。ボールを片手で持って横向きに立ちます。そこから左足を一歩出すのと同時にボールを投げていきます。最後右足が自然に前に来る感覚を覚えていきましょう。投げる球はできるだけ低く速い球を投げるように意識していきましょう。最初勢いをつけて投げても大丈夫です。練習方法はトスを安定させるための練習を行っていきます。その場で行ってもいいんですが、指標があると自分のトスがブレているのかブレていないのかというのが分かりやすいと思うので、アンテナとネットが近くにある場所で行ってください。この練習をする時のポイントは、私の場合は普段打つサーブのトスがアンテナの頂点の赤の位置ぐらいにいつも上げているので、そこを目標に意識をして上げていきます。ネットが横にあることで左右のブレも分かりやすいので、常にまっすぐで高さも一定にできるように手の感覚に意識を置いて練習をしていきましょう。トスを上げてキャッチをするときに伸ばした手のままキャッチできるように意識をしていきましょう。サーブのインパクトだけにフォーカスをして練習をしていきます。誰かにトスを上げてもらって行っていきます。サーブは前にあるボールを叩くので、トスを上げる人は斜め前に立つようにしていきます。打つ人が被らないように、ちょうど一歩出たところにトスを上げるようにしていきましょう。そこでサーブの要領でインパクトをしていきます。ではやっていきます。トスを上げ
げる人は一歩前にトスが来るように出してくれているんですが、トスが自分が思っているよりも前に来た場合は足幅を少し広くしてインパクトをしなければいけないし、トスが少し自分に向かってきたらいつもよりも少し足幅を狭くして自分がインパクトしやすい位置に調節をしていきましょう。この練習は一歩だけ出してインパクトをしてもいいですし、自分のサーブの歩数が何歩かある場合は歩いてインパクトをしてもどちらでも大丈夫です。ポイントの2つ目は、インパクトをするまでは手の力は抜いておいて、最後のインパクトで 100% 出せるように準備をしておきましょう。ポイントの3つ目は、無回転のいいサーブを打つために、打ったら少し手を引き戻すとより効果的なサーブが打てるようになるので、ポイント2つまでがしっかりできたという人はぜひチャレンジしてみてください。ではやっていきます。サーブは主にトスと足の運びとインパクトの3つに分かれていて、トスを上げたらステップを忘れてしまったり、ステップを意識したらインパクトがおろそかになったりしてしまうと思うので、トスの練習、体重移動の練習、インパクトの練習をそれぞれ行うことによって自分がどこが苦手なのかが分かると思いますし、苦手な部分を重点的に練習できると思うので、ぜひこの練習を取り入れてみてください。今日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。